こんにちは、加藤です。今日はですね、そもそも論いこうかなと思うんですけれども、そもそもデッサン力って一体何なのですかっていうね、この根本的な絵を始めようと思う人、これから始めたいって思う人が、私デッサン力を身につけたいとか、独学でやってきたんだけれども、デッサンの勉強してないのでっていう、そのデッサン力っていうものに対してコンプレックスというか、うまくいかない、できない、書けないっていうような悩みを抱えている方、すごく多いなと感じます。で、そもそもそのデッサン力って一体何のことを言っているのかっていうことについてお話していきたいと思います。言葉の説明すると、日本語では素描とか、あとは英語ではドローイングとか、スケッチとか、素描き、全部似たような言葉、主に白い紙に黒い画材で描いたデッサンとか、その白黒画についてではなくて、今日はそのデッサン力って言われるベースになる力っていうのをデッサン力というふうに位置づけてお話ししていきたいと思います。この人の作品はすごくデッサン力があるなとか、上手なんだけどデッサン力ないねとか、そのあるとかないとかって言われるデッサン力ですね。まず皆さんはそのデッサン力っていうのをどんな風に位置づけて考えていますでしょうか。私はですね、物の見方っていう風に考えています。なので、デッサン力のある人の描いた作品っていうのは、描かれた作品を見た時に多角的にですね、その見ようとする力の物差しの種類が多いって感じさせる作品。この人はデッサンを勉強、マスターして、一方的な見方ではなくて多角的な見方ができる、そういった力を身につけた人なんだなって感じるときに、デッサン力があるなと感じることが多いです。逆に言うと、一見上手に達者にそっくりに描かれているような作品でも、その見方がある意味一方向からの見方、偏った見方、それ以外の尺度で捉えていないせいで、そのもの対象の本質が捉えられていない一面的な描写、そういった人に対して、この人は表面描写は上手なんだけれども、デッサン力はまだ身についてない人なんだなって感じる、そういう作品に出会うことも多いです。それは基本的に作品から読み取るわけですけれども、描かれた作品がどういう状態なのか、作者が分かっているのか分かっていないのか、理解しているのかしてないのか、そこを作品から読み取るんですね。デッサン力のある作者だなって感じる場合と、デッサン力がないなって感じる場合と、このあるなしは作品から読み取るものだと思います。で、次に、そのデッサン力っていうのをどうやって身につける、手に入れるのかっていうことなんですが、私の話します。私はデッサン力、ベーシックな基礎的なデッサン力は高校3年生の夏くらいから地元の絵画研究所に通い始めたんですけど、実質高校3年生、それから1年浪人してるんで、プラス1年半っていう期間を使ってデッサン力と言われるものの見方を身につけたと思っています。私の場合は期間としては1年半。ざっとですけれども、書いた枚数がどのくらいかっていうと、100枚ちょっとくらいかなと、すごい適当ですけれども、そんなもんかなと思います。で、その中の半分は、書いた作品点数が、100枚ちょっととして、その中の半数50点くらいは色彩、油絵とか水彩とか、色を使った作品というか修作ですね。それに対して、白黒鉛筆とか木炭とかコンテとか、白黒で描かれた作品が半分、50作品、そんなもんかな。いやでもクロッキーはね、枚数めちゃめちゃ多いんで、ちょっとそこには数字には入れないですけれども、そうするともっといっぱいあるのか。クロッキー入れたらすごい数字になりますね。10冊で1冊50の500枚、1000枚、クロッキーで1000枚くらい書いてますかね。その1年半っていうか、受験生の頃に書いた作品点数っていうか、1ポーズ1作品と考えると、1000枚くらいは書いてたんでしょうか。少なく見積もってそのくらいだと思います。デッサンは50点に対して、クロッキーは1000点くらいかと思うんですけれども、そのくらいの期間と枚数をかけて私はデッサン力というものを手に入れました。このデッサン力って例としてよく私挙げるのは自転車乗るのと一緒で、
自転車皆さん乗れると思うんですけれども、乗れるまでって結構転んだり、シーザーすりむいたりとかいろいろしたと思うんですね。で、そんな風に乗れるまでってなぜタイヤ2つなのに転ばないのかってすごい不思議なそういった乗り物だと思うんですけれども、一旦乗れるようになったら、無理して転ぼうとバランスを崩そうとしてもなかなか転べないですよね。それはもう転んだら痛いっていうの分かってるんで、自分から無理して転ぼうとしてもなかなかバランスって崩せない。それに近いのが私はデッサン力だと思っています。ものがそこにあって見て、その通りに映す、見て感じ取って表現する、見えるものを見えるように描くっていう力に関して言えば自転車乗るのと一緒で、見方というかね、乗り方を手に入れてしまえば、一生転ぶことは間違って転ぶことはありますけれども、無理して転ぼうとしてもなかなか転べないっていうのがデッサン力、ベースになる基礎力かなと思います。なので皆さんなるべく早い段階で18とか9とか早い段階で身につける方が私は望ましいとは思うんですけれども、必要になった時が勉強のし時だと思うので、大人になってから絵を始めたいって思う方なんかは今からデッサン力を手に入れていけばいいと思います。余談が多いんですけれども、私考えるに例えば小学校以来とか中学校以来とか高校以来とかアトリエに来る生徒さんって皆さん学校で習った美術の授業以外では描いてなかったので、その時のままなんですよみたいなお話をされます。で、実際に絵を描いてもらった時に思うのは、多分そこから何も進化はしていないんですね。デッサン力がそこで止まっているというか、ものを見る力、描く力っていうのは、多分その学校の授業が終わって、そういった場がなくなった人にとってはですね、その時のそのまま止まっている。それが、絵を描く力だと思います。不思議というと変なんですけれども、大人になったから絵が上手くなるってことはないんですね。中学の頃の、その当時のまま大人になっているとか、高校の当時のまま大人になっているとか、そんな風に年を取った分だけ絵が自然に上手くなることはないので、専門の練習というか、デッサン力はそれを身につけるための訓練をしないと身につかない。で、もう一つ言っときたいのは、これセンスとか才能とか、その人がもともと持っている力として、生まれつきなもんなのかどうかっていうお話なんですが、デッサン力、ベーシックなファンデーションの部分というかね、見たものが見えるように描けるっていう力、そのものに関して言ってしまえば、センスとか才能はほぼ関係ないと思います。ただ、身につける、マスターするまでの時間は人によって個人差が非常に激しいです。半年でマスターする人もいれば、1年かかる人、2年かかる人、3年かかる人、5年、10年でようやく身につくっていう人。育つスピードって人それぞれ様々なんですね。ペースはまるっきり違います。なので一概に半年くらいでマスターできますよとか、1年くらいかかりますよみたいな、そういった適当なことは言えません。人によっては早い人で半年、そして遅い人で1年から10年っていうくらい時間がかかる人もいます。平均するとって平均がよくわかんないんですけれども、私を例にとると、毎日絵を描いて1年半っていうのが一つ、こういう例がありましたっていう例でしょうか。さて、いかがだったでしょうか。今日はね、本当に漠然としたお話、デッサン力とは一体何ぞやみたいな、そういった関連的なお話だったんですけれども、今後ですね、じゃあそのデッサン力を身につけるために何をどういうふうにしていったらいいのかっていう具体的なお話をそれぞれ展開していければなと思っています。次の動画をお待ちください。それでは、さよなら。